フィッシャーズシュウです。元木です。さあ、今回、新シリーズでございます。私たち、フィッシャーズ、もう15年やっています。YouTube ね、めちゃくちゃ長らくやっていて、で、いろんな動画を届けてきたと思うんですよ。うち、フィッシャーズ、いろんなものは足りてるんです。結構いろんな技術足りてます。ということは一つ、足りないものを僕見つけたっていう。何ですか？決定的なもの見つけたんで。1個なんですか？いや、いっぱいあるけどまあ実際穴だらけなんだよ。いや、まあそうだけど、多分うちのグループぐらいじゃないかなっていう。ないのがね。ないのが。へえ。その人がどういう人なのか案外わからない。プライベート何してんの？わかんなくない？元木とか。まあわかんないかどうかから。結構いろんな YouTuber はプライベートの動画とか出すけど、多分うちぐらいなのよ。プライベートの一人一人の動画って出してないの。何が好きだとか、休みの時に何やってるとか、うちぐらいなんですよ。わかんねえの。そうか。結構他の人ね、個人個人で一人一人でカメラ持って自分の休みの日撮ったりとかしてる動画とかあるんだよ。あるね。うちない。今回、それじゃあオフの姿撮ってきてっていうのもちょっともうちょっと面白くしたいなと思って、今回ね、その人を1日でギュッと理解できる、そんなね、企画シリーズを作りました。メンバーデート企画です。メンバーデート企画？メンバーデートっていうのをやりたくて、これはもうすごく分かりやすいです。デートプランを考えます。それをメンバーに楽しんでもらうっていう動画です。そういうことね。誰か女性とかではなくて、メンバー同士で普段お前何好きなの、何やってるみたいなのを1日使ってただ紹介する。だからもう絵的に言うと、お嬢様と最近執事になった人たちお嬢様が「ここ行きたい、私ここ行きたい、ここ行きたい」って「分かりました分かりました」って続いてって、そのお嬢様の理解度を深めていくみたいなもん。じゃあメンバーが好きとか言っていい？そう、今日の動画スタートなので僕です。シルクについてくるね。僕のプライベート、ガチプライベートね。ちなみに俺の完全プライベート、完全プライベートのシーンをあえて動画にして、あ、こいつ休みの時とか時間空いてるとこれやってんだみたいな、いいねっていうのを分かってってもらおうっていう。で、今回僕担当なんで、次バトンパスして次元木がやってもらう。元木が一緒にデートしたいメンバーを決めてください。そういうことね。そう、このデート受けてくれますかね。ちょっと今日はちょっとないから。ないか。ないここまで来てるからさ。まず今日一番最初にやる行動だけ先に言います。ちなみになんだけど、今朝から子供のご飯を作り、でそのまま僕脱毛に行ってきました。もう行ってきたの？もう朝に行ってきて。プライベートだね。そう、脱毛行ってきて、今すき家で飯食って、で今です。じゃあもうご飯食べたんだ。ご飯食べました。今からですね、ちょうどもうお時間なんですけど、スマブラです。普通だね。海人先生っていう僕が教えていただいているプロコーチの方が来るんですけど、その方と練習します。で、大会僕決まってて、スマブラの大会出んの？出ます。そこまでに仕上げなきゃいけなくて、ガチ練です。部活の練習みたいなことだよね。ガチ練ですね。一緒に参加していただいてっていう感じで脱毛行って、プライベートでスマブラの練習。まずスキヤが入ってる。スキヤね。スキヤは別に重要でもないだろ。海人さんに来ていただきましたので。海人です。よろしくお願いします。お邪魔します。いつも僕のちょっとこれ悩んでんすよねみたいな、そういうスマブラのお悩みを解決してくれるために長谷さんじてくれる。で遊びに来ながらお家で練習とかねしてるんですけど、その雰囲気をちょっとねやりたいんですけど、その僕自身が大会がそろそろあるので、ちょっとねしっかり挑戦しながら今練習したいなと。でなんだけどちょっと僕もやりつつ少しやったら元木こうかな。いいぜひ貴重な時間を。もうちょっとみっちりやった後にパスとかそういう感じで。さんの制限7分。ステージギミックなし。やばい。今なんかフット入れで9倍だった。これマジたまにあるんですよ。へ大会でもたまにあって、なんかあれおかしいね。そうで終わった後にもう気づいちゃって、
今撃墜絶対できてたなみたいなので、よく見たら 0.8 とか 0.9 になっちゃってるみたいな。あるあるなんだ。結構あるんですよこれ。そうだから今みたいのでもうそのままいっちゃってみたいなのが結構。いやこれちょっと気をつけよう。そう確認は結構意外とした方がいいみたいな。オッケーです。確かにポケスタと戦場拒否で。じゃあフォロワースでいくか。はい。なんかフォロワース結構選ばれそうな感じしますね。ああ確かにお願いします。本番形式でやってった方がいいですね。絶対こっちの方が身になる。でかすぎ。うまい。ごめんなさい。うまい。よいしょ。あ、嘘だ、そうだ、2だ。嘘だ。危ねえ。これよくね下手かー。いやー強い。バカタレすぎ。ずっと狙ってた。もうしょうがない。お願いします。おがおが。あれ出てくる。いやこれ悪くない。それやらなくてよかった。やらなくてよかった。普通に戦って今のはちょっと見といた方がよかった。ガチだな。やらなくてよかった今。やるべきじゃなかったよ。そうですね。これでおしまいじゃないんだもんね。そう。悩むな。やった。ありがとう。ありがたい。残ってた。長すぎて。痛いよ。あれ？痛いよ。あれ？痛いよ。あれ？よくあるやつだ。よくある。着地できたと思ってあるわ。マジであるわ。あれ。騙しや来た。すいから。はい。ここ広いんだよ。広いけど横が意外と狭いっていう。この横の狭さで結構吹っ飛ぶかんな急に。あと下が狭いから。確かに復帰の時な見誤るんだよな。いやーこれね今の多分ここだから。そうだね今のは。うますぎる。いやうまいっすね。漏れろ。やめて。やめて。無理であんなとこで受け身取ってる。何しろって言うんだよあそこから。ごめん。強いよ。ねえ。しまいましたね。なんで？誰が
本木さんやったよねえ同じでいこうかな。村町。はいああよし。どうにか。真剣にやってる時にねああいうの起きるとマジ面白いんだよ。ああ足が短い。硬い。あうまい。今のガードハッツさん終わってたもんな。そうね。ここはいいよ。あ、やばい。ほら、あれでかい。あるか。すごい速さ。ああだよな、それ狙われるよな。うわー、そこ取られなかった。危ねえ。危ねえ。もうマジで勝ちちゃったもんな。ありがとうございました。喋れなかった。サブストック目がもういやー、めちゃめちゃいいでも練習になったな。練習になりましたね、だいぶ。ちょっとね、期間空いてて、めっちゃくちゃなまってたんですよね、僕。そう少し縮めれたかな。そう。あとどうにかバースト早く当てたいっすね。そうっすよね。だからなんか焦らずとも自分が大丈夫だなって時とかもジェットハンマー構えてもいいな。あと上強とか、崖上がりよかったっすね。ああ、結構ちょっとずらしたりとか。そう回避上がりと、はいあとジャンプ上がり結構多めにして、結構やりづらかった。死なないところで、バーストしないぐらいのところでそれはやってたんですけど、あと復帰阻止やっぱうまいんで、はい、やっぱ復帰阻止でなるべくね行きたい感じは取りたいです。また多分本番までにちょっとの時間あったら練習お願いします。お願いします。じゃあぜひ。いやすごいなこれ。この後にやるの？ぜひぜひ。じゃあちょっと普通にねいつも通りですけどお願いします。いやー、バーストできないともうちょっと考えます。そうね。だからジョーカーに勝つにはやっぱ立ち回りで負けてるから、どっかでぼったくんない。そう絶対ぼったくった方がいいから。今日又井さんはいないんですか？今日はなんかね用事入ってたよ。なんか入ってたよね。ヤモに作るみたいな。あった入ってた気がする。もうこれ良くないんだよな。シルクの時もやっちゃうんだけど。頑張れ。頑張ったけど。アルセーヌ来るな。どうしようかな。逆に来ると。ちょっと来るの分かってたから先やってよかったかな。なんで？頭でかいじゃん、リーゼントで。うわー、これは強い。これは強い。これは強い。受け身必須にも程がある。いきなり受け身できないですよ。寝癖は直しましょうっていうことでね。なんで？やばい。ちゃんと判定。やべ。もう最後まで持ってく気がしたのが良かったな。いやーもうダメだ。上に連れてって最後までやりきろうとしたのが伝わったのがいません。やばいわ。まず僕のはプライベートのよくやることスマブラでした。スマブラね。でもう本当に2人で練習とかさせてもらうともうマジでこんな感じで。いや次元がやっぱ高い。そうなんか今はもうステージとか大体飛び道具がいたらこんなんだよとかさ、そういうのを教わりながら今やってて、今絶賛ちょっと大会に向けてっていう。いやー調整中。これいいね。それこそちょこちょことね勝てたりとかしたらね、面白いより面白いよね。ね、で多分そういうなんだしっかりとさ YouTuber スマブラ大会みたいなやつあるよね。やってたじゃない今まで。でそこで多分大会に出る人っていうのは多分あんまりいなかったから。その世界大会みたいなのに出てる人たちがいっぱい出てくるみたいな。すごい盛り上がってるよね。めちゃくちゃ有名選手が出てくる大会みたいなの主催です。初めて主催させてもらう。そうなんですね。シャープ1でその記念すべき大会にいろんな方も出るんだけど、そこに僕も出る。なるほど。でこれ面白い。初なんですよだから。そうなんです。主催初と選手初。そう。おお。っていうので。いや楽しみ。そう出るっていう。でこの間申請も僕も終わらして、っていう感じで。もうあとは
その日までやるだけっていううわね、大会本番を待つだけみたいなね。俺が 200%、はいはいで相手がうん12%とかの場合あそういうねは相手のコントローラー引っこ抜いてくれっていやそれ言うのはいいけど俺オッケーしてたらやばいそれで分かりました練習でございました。うわー充実してんな、はい、もうマジでプライベートならこれマジでプライベートです。そうだね俺マジで知らなかったから何にも聞いてなくてカン先生ありがとうございます。いやマジでありがとうございます。また練習お願いします。さあ向かいましょうか。どこ行くんだこれ。私の運転で進ませていただきます。初だわ。変な感じ。まあ変な感じだけど心配はしないよ結構でかい車なのにさ、初心者マーク貼ってあるの見るとなんか可愛いのね。うんこの車でうん初心者ほぼいないからね。なのでなんかシルクのうんなんか趣味についてくる結構好きよ。ほんとね、僕の趣味は、うんそのなんていうの言ったらだからドンちゃんウェーみたいな感じじゃないので、あ、そうね。もうひたすらに静かにもうお茶をすするみたいな趣味ばっかりまあどっちかというとスマブラはねドンちゃんウェイでできるけど、あ、まあそうね。ね。なんか結構ね、ソフビだったりとかね。うんちなみに言うとソフビの店です。あ、マジか。はいうわ、ちょっとそれ面白そうだな。ヴィンテージソフビです。ヴヴィンテージソフビのいいじゃん。専門は僕がちょっと通わせてもらってるいはいはお店何店舗か東京にはあって、い。うん。そのうちの1個です。ヴィンテージソフビね。そうそうなんかこの間ちょっと見せてくれたけどね、うんウルトラマンのやつとか。そうめっちゃ見覚えのある道通ってんな。ここはもう地元ですからね言ったら、そうだこのね。辺は。奥戸に住んでたこともある。あそっか、うん。奥スポのマジ横だよ。奥スポってわかんない。奥戸スポーツセンターってのあるんだけどさ。ちなみに奥戸スポーツセンターはもう本当に僕が試合をずっとしてたんだな。めっちゃ地元。この辺にあったんだってか。そういうね、ソフビのお店ね。いや、俺全然気づかなかった。面白い。いややっぱりね隠れたところ多いっすよこの地元は。本当にこう好きな人がたどり着くようになってんのかもしれないな。本当にね葛飾とかねこの俺らの地元って散策するとマジでおもろい店出てくるからね。それはそう、確かに。なんかパッと見ただけじゃねわかんない奥におもろい居酒屋あったりとか面白い店があったりすんのよ。偏見かもだけどさ、店主がみんな達人みたいな感じな。あ、でもね今から行くところは店主達人っすよ。やっぱ達人なのよ。しかもどちらかというと技とかを全部伝授するタイプの私の技を全て教えよ老子感。いやめっちゃ老子感あるから情熱師匠タイプの人もいるし、もうフレンドリー師匠タイプの人もいるし、いるよね。なんだけどその人はもう絶対老子タイプか。老子タイプのだ店主さんがいますんで、店主さんも魅力的だね。店主さんの魅力そんなに売りにしてないかもしれないけど確かにどっちかっていうと店主さん楽しみになってきちゃってるからソフビっていうかね、東京でもなんだろうそのヴィンテージソフビの数で言ったら結構な多さだね。すごいね。ねえのんべい横丁とかもねなくなっちゃったから。立石のお店は俺めっちゃ行ってたのに今の奥さんとのデートスポットそこでした。あ、そうなの？そこで飲んでました。玉こんにゃくがむちゃくちゃ辛くて言ってたわ。なんか玉こんにゃくめっちゃ辛い店あるみたいな。そうでもねめちゃくちゃ美味しいのよ。言ってたわ。そう立石の玉こんにゃくは大好きだったんだけど、まあ正確に言うと立石の玉こんにゃくについてくるからしがマジでうまかったの。シルクなんか本体も好きだけどそのなんか添えてあるもの大好きだね。そう、主役よりね、そのなんか演出が好きだね。演出見ちゃうんだね。柚子胡椒とかも大好きだね柚子胡椒はマジで美味しい。うわ懐かしい。しかもなんかちょっとエモいんだよなこの今のこの陽気が。エモいし、ここ降りて左のなんかホームセンターみたいなとこで、大昔になんかでけえたらい買った記憶あんだよな。動画やったね。やったよね。あれでしょ？2段ベッドの上からたらい落とせる。そう、伝説のたらいここで買ってるもんな。そうだよね。なんか2段ベッドの枠のところに俺が手かけたら枠ごと壊れて俺2段ベッドから落ちるっていう。そう。だからたらいどころかシルクごと落ちてくるっていう。そうペケタンの頭に俺落っこってくる。あれマジで面白かったな。もうやってることがもうねハプニングドリフなんだよ。やばいよ本当に。そう普通に家のやつだよね。本地のベッドなんだけど、そう2段ベッドぶっ壊れてガタガタって壊れて。そうこれでも買っ
ってぐらいでかい字で営業時間書いてあるからね。隣にライフもあるんだけど、とんでもないでかさでパーキング書いてあるからね。助かりますよ。すごいんだよ、ここ。探しますからね。初めて乗るもんね。初めて乗る。これもね。いや、かなり乗り心地いい。あ、よかった。うん。一応ブレーキとかは気遣ってはいるんですよ。いや、わかるわかる。もうそろそろ着きますね。はいはいはい。こっち側なんだ。黙ってさ、品選んで、その後、その店主さんとずっと喋って、ソフビについて。それはもうどこでもやるのよ、俺は。まあ店主さんとね、喋るのいいよね。そう、だしさ、ヴィンテージの古物とかってさ、そういう話、知ってる人から話聞かないと情報入ってこないから。本当にそう。正面のマンション、めちゃくちゃ作業してない？本当だね。クレーン4本立ってるからね。この調子だとスカイツリーよりでかくなるんだよな。でもその勢いない。ああ、そうだね。やばくないこれ。ブリッジハリファみたいなの立つんじゃないね、ブリッジハリファみたいな。これ。蔵前に蔵前にブリッジハリファが。工業高校ありますからね。技術はありますから。まあな。いや、見えな。なんて書いてあるの？って書いてある。あ、じゃあそこにしよう。しかも出てきたね、今。二度と運転しないけど、教習所には行きたいな。よーし。よし。着いたー。着きましたんで行きましょうか。はい。よし。ちょっと先に、店の前で待ってください。撮影許可取りに行くんで。わかりました。これ、絵が平和すぎて、これ多分見た人、8時間ぐっすり寝かせるよ、これ。やばい。さあ、ということでですね、来ました。キャラクタートイズ、サードアンクルさん。もう中入ると匂いとかも、ソフビの甘い匂いがするんで、楽しんでいただけたら。お願いします。俺たち世代の懐かしいのももちろんあると思う。これゆっくり歩かないといけない感じ好きよ。そう。どこにでも何かがあるよね。すべてを確認しながら。いっぱい普段は見て時間使って一個選んでお話を聞いてっていう感じですね。ちょっと由来がわからないんですけど、勉強不足で。これもうちょっと日本武道館気になりすぎてこれ。日本武道館。どこだろう。本当だね。日本武道館ありますね。仮面ライダーとかさ、ウルトラマンとかさ、レンジャーものみたいな特撮系ってなんか見てた？いや、それが俺全く通ってないんだけど。そうなんだ。本当に全く通ってないんだけど。メンバーの中で俺ぐらいなんじゃない？確かにそうかもね。ロボットアニメみたいなのは見るから。だからマジンガーいますけど。こういうのは多少なり。そうだね。ここにいるね。僕がよく見るのがその一個隣のね、道のところを見るんだけど、その辺ですよね。これだ。ウルトラ怪獣。そうだね。ウルトラ怪獣とかもそうだし、タチ怪獣とかって言われてるやつも、タチ怪獣。はい。もうなんか無版権とかさ、どっから出てきたんこの子みたいな。そういうのとかを味わい深いやつね。そう、味わい深いやつ。そういうのをね、ちょっとね、探すのが好きなんですよ。こいつ、有名な、そいつ。これでもシール貼ってありますけど。そう、そのシールが値段です。いや。赤柄とかって言われてるやつだな。赤い柄も。C の前にオソロが入るでしょ。そうだね。本当にね、見出すと止まらんのよ。シルクメスはどういうとこ見てるの？この俺が一番集めてるのが、その丸さんの一期って言われてる。もうめちゃくちゃ初期のやつ。そう。あんま出会えないんです。資料とか俺カタログとか持ってて、それを読んでさ、勉強とかしてんだけど、そういうののまずこれが何期なんだろうとか、これはその丸さんなのかブルマートなのかみたいなのを見たりして楽しくやってる。うわー、ちょっとそれいいね。なんか足の裏見るとそれこそ分かりやすいのが、丸さんとかブルマークって書かれてる。マジでその体勢で見てる。これは丸さんだね。そう丸さんのやつがとか。この指人形マジで俺らの時だよね。そうだね。あれポケモンキッズなのかな。これ指人形の。指人形ね。そう、ポケモンキッズってこういう系でね、こういう細長いのに入ってるやつ。食玩。食玩系のやつ。ラムネと一緒にね。そう。入ってましたけど。これ当時俺も持ってたもん。あと、これも懐かしいね。これ、たまごっちの。これもね、昔持ってました。なぜか一人だけいる魚住。おや？こいつっすね。これは確かね、三浦遠いかなだったと思うんだよね、会社さんから出てるやつで。なんか調べるとペギャオスって名前で出てきたりとか。
するやつなんですけど。キャラクターじゃなくてメーカーさんから話し始めるんだね。なんかそうだね。メーカーさんから話してうんの何々ですよね。入り方がそっちからなんだね。です好きになってうん買う時ももちろん楽しいんだけど、うん調べて新しいの見つけてる時、なんかその歴史とかを知っていく過程めっちゃ楽しくない？そうね。大好き。ほぼ勉強じゃん。言ったらあんま。そうだね、歴史の勉強が好きなんだよね。いや、わかる。結局な。キーラとかね、アースとかその辺がいる。首の下の方が結構気になっちゃってる。ああ、そうですよね。怪獣の頭、ウルトラマンの頭がついた下が、ボーリングのピンっていうな。ぜ？指人形。うわ持ってたやろこれ本当に。1個300円で。本当？これとか、ポリザルとかさ。ほら、これ懐かしい。懐かしいマジで。たまたまがな、どこに指入れたらいいかわかんねえんだよ。あ、痛い。ここは落ち着くのよ。この入れた後にどこに指持ってくかっていう。はい。その真ん中なのか、端なのか。今日ここに来るから、うん。担当が俺なのね。あ、そういうことだ。そういうことよ。あ、そういうことだね。まさしくだね。うんよそんな気がしたわよくお気づいたね。うん。マサイとか奥のデビルマンとかちょっと欲しがりそうだけどね。いや、絶対こんな欲しいでしょ。で、横が多分パチだろうね。パチのデビルマン。パーマンのボーリングセット。この辺とかはもう、すごいことになってるよ。全部、袋入りですね。あ、後ろにゲッタロボいいんじゃないね、ね、いるね。稲妻のメントレは、あ、これは今日は購入できませんと。準備が必要。これ準備必要ですね。タイプですね。はい。うん。パチバロムワン。足細っ。分かっとるわってこと書かれてますよ。このヘッダー見て、これトイズ。グリコの子いる。あ、ドリフターズ全員いる。あ、本当だ、後ろか。そう、後ろ。でもほら見て。え？まだ荒井中さんですよ。加藤茶さんが若いですよ。当たり前だけど。そうね。お電話、ね、させていただいた時に、うん。本当になんかいろんなコントのこととかについて教えてくれて。ね、前電話でね。そうそうそう。だから、俺企画に結構反映させてて、それ。だからなんか音が出るものを選ぶときは本当なんか軽くてなんか一定のこの音だっていうのがあるらしいの。それを選ぶと笑いになるよ。壊れる家とか。その発想のもと。そう結構参考にさせてもらってる。いや、それは品選びみたいなのは茶さんが電話で教えてくれて。そうなん。そうジャンボマシンダーとかの箱ってすごい絵になるな。壁一面あれにしたいもんな。勇者ライディーンとか。うわそう、あそこら辺で埋めたくなるよね。ゴッドボーガンね。そう三浦トイのやつとかは結構集めてはいるんですけど、ペギャオス、このなんかドラギラスみたいな顔面とペギラの胴体みたいな、そのペギラとギャオスとなんかドラギラスの間みたいな名前でペギャオス、これ全部混ぜましたみたいな。ユーモラスね。そうボディが。こうね、三浦の方をちょっと見てってるんですけど、今もちろん、はい、丸さんで集めてて、まあ今日ペギャオスにちょっとペギャオスにペギャオス捕獲。ペギャオス覚えて帰る。ペギャオスペギャオス覚えて帰る。何もおかしくないんだけど、もう本当に楽しそうだから。ディグってんな。ペギャオスだね。今日あ、生まれて初めて聞いたな。ワンツースリーシューズ8マンですからね。ややこしい。だからね、4から7までがね、そう自分で覚えてもらう。自分で覚えてもらってね。ね8だけ教えるっていう。っていう。ワンツースリーシューズ8マン。マジ味わい深いよな。チャンプのやつですね。そう本当だ。いや、全然わからんわ。そう。質感っていうかさ、質感ね。質感がいいんだよ。確かになんだろうね。なんとも言えないね。なんかバットマンのやつとかソフビとかありますもんね。今結構な値段ついてますよね。多分マントとかそのまま残ってる。ソフビやたら高い。なんか2種類ぐらいいますよね。赤とグレーの数十万は結構くだんないぐらいの。そっちより俺こっちのが気になる。シャンプーボトル。シャンプーボトルなのが、うん。そうなんか仮面ライダーとかもありますもんね、シャンプーのやつ。なんかね、シャンプーの入れも音っていうのかな、この触った時の音っていうの。音ですか？あ、そう、飾ってなんかこのちょっとチープさもいいじゃん。田舎って大将これがほんと田舎ペタショいた。
そこ回怖いってそこ取れちゃううわーちょっとどうしようその角度は意味あるの？ある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 の？置いた時にあー、そっか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 。そうディスプレイのそうほら困ったわいやペギャオスかな一旦でもいやもうペギャオスは絶対何回言った今日これ何回言ったグレンダイザーのやつ帰ってきたんですか帰ってきた真ん中のやつ帰ってきた資料的価値がありすぎてね一旦ここから出張に出てたことですもんねいやペギャオス行こ一旦ねうペギャオスでお願いしますすいませんこりゃこれはペペギギオャオスだねこれはペギオしっかりと悩んだね。しっかりと悩んだよもうこれでまたコレクションが1個増えましたね。 1個増えたよこれで帰りにうんもう一回見るのお疲れ様ですありがとうございますありがとうございますありがとうございました。すいませんありがとうございましたこれおめでとうなんだ。さすがにさすがにわかんないよ。ありがとうごめん誰にありがとうございます誰に向かっいて。やーいいのがまあ知らないなりに楽しめるなこれ。すごいやっぱさ雰囲気あるでしょあるね。圧倒されるよね数にうんやっぱちらほらね知ってる作品もあるから、うんそれ見つけた時嬉しいしな。あこれのソフビとかあるんだあそうまあもう本当入り口ですけどね。はい丸さんという王道鬼王道怪獣かもう大外れの8怪獣この0と100みたいなんだろうねこの外れの始まりってのもおかしいんだけどね。なんかねそうねあるよちょね。っとねキモ可愛さみたいなのがまずスマブラをやった後はい僕の趣味はソソフビフビソフビ巡りうんでこの後はちょっと一旦家行きますいで車を置きますうんでまた出ますうんまた出かけますよし行きましょうあわかりました。どこ行くんだろうね。マジで本当お話を聞くためだけにあお店とか行ったりするもんでも結構いい話聞けたよね今日もね。うん本当にいろんな話聞くんだけどもうねいろいろと楽しいですよ何のことか俺は分かんないんだけどオリーブ色のがどうとかね。そう成型色がねオリーブ色だったらこうだとかさじゃあここからちょっと家戻りましょうはいねはい、家戻ってまいりましたはいでちょっと今ねソフビの話なんかをちょっとねしていいねこれ。まあただでさえ今結構やばいメンツあめちゃくちゃいいね。さっき買ったねちょっっとペギャオスを早速入れようかなと思っててソフビ好きな人たちあるあるなんだけど閉じこもってた空間を嗅ぐまあ確かに。これねペギャオス入れるかあー来た入れますかさあペギャオスねペギャオスねこれと入れましょうはい来た端的なのかこの手法は。来たすごい入った。入りましたただでさえ結構激ヤバな棚になってきてるうんここは丸さんの一気ってやつを揃えたはいはい。作ってあるんですけどこだわりねこいつなんですよ著作権があるのでちょっと大声で喋りますけど曲が流れるっていうあーすごいウルトラマンの初期の曲が流れますそれ本当に聴けるんだ。そうあーいいね。お立ち台からウルトラマンの曲が流れるうわーいいねー。ウルトラ Q がね1966年に放映されてその時はねウルトラマンとか全然出てこなくて、怪獣ばっかが出てたんですけど、まあやっぱウルトラマンはシンボルというかさ、やっぱりこうなんか俺らでも知ってるじゃんそうねっていうのがあって真ん中に置いて台座にこれを置きたくてこれを締めてハイボール飲むのが気持ちいいおじさんおっさんの趣味ですねいやでもいい趣味だな、はい、いつかその丸さんの一騎というもので埋めたい揃えたいとあれなんだね全部集まるまでの期間結構長めに見積もってるわけだ。そうですね本当に数年とかでできる趣味じゃないのよだろうね。10年20年30年40年かかる趣味だからやばいね夢だねこれね。これはもう夢ですハンターハンターが終わるのが先か俺の丸さん一挙それるのが先かなとこぐらいありますあーそれやばいね、っていう戦いです。さっきのお店お邪魔したから若干分かるようになった。ああそうだよねなんか、いたなこれみたいな見たらシリーズなのか分かるのこれ丸さんだなっていうのがそう他にもねまだまだ出してないやつもいるのよ別部屋にあってもうね後ろにもちょっと映ってんだよね。そうめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、それはまた今度ねここに飾ろうかなと。ちょっと量がめちゃくちゃ多いんで次行こう。まだ何かはいまだありますんで次行きますよ。はい行きましょう。よし行きましょう。タクシーに変えます。わかりました。行きます。はい
さあということでですね、はいタクシーではいはいね来たんですけど、次銭湯です。お日が暮れたもんね。日が暮れましたよね、銭湯でございます。うわこのぐらいの時間の銭湯がいいんですよ。ちょっと早め。18時前。ああいいね。この時間の銭湯がいいんで、久しぶりでしょ銭湯行くの。そうだね。でしょ。500円で歴史を見れて、アート見れて、お湯浸かれんだよ。贅沢だね。半端じゃねえよ銭湯って。コスパいいね。マジで。僕の趣味である銭湯巡りはいをねちょっと今からしていきたいと思うんですけど、大体サウナじゃんクリエイター。だいぶ流行ったけど。でしょ。いや銭湯いいね。なんか銭湯っすよ。こちら千歳湯さんですね。こちらにね行きたいと思います。こっからはさすがに映せませんので、ちょっと入ってパッと出てきて次です。楽しんでるな。そうだからもうマジでなんか映りとか気にしないから、マジのプライベートだ。こんな感じで僕は銭湯のアプリがあるので、そこで時間とかやってるねところ、住所とかを、あとイベントなんかもたまにやってるんで。何銭湯のアプリ？情報見れんの？見れます見れます。お気に入りの銭湯とかは全部こうマークしてたり。あ、どうもです、こんにちは、こんばんはか。こんばんは。ちょっと今からもう普通に銭湯入ってきます。行ってきます。どうもです、どうも。こんな感じでスタンプを貯めましょうというね、いっぱいスタンプがあるのでこういうの貯めます。行きましょう。なんだそれ、面白いな。命の選択完了です。サイン書かせていただきました。千歳湯さん。ありがとうございます。さっぱりしました。おかげさまで。ここからちょっと最後、ある場所に行って終了と。そうですね。いう感じですね。もう最高のあちあちのシャワーを楽しみました。めっちゃ暑かったな、ここのシャワーね。シャワー熱い千歳湯さんで僕は覚えました。はい素晴らしいです。ちょっとこのまま、軽くね、移動して楽しんで帰ろうという感じでございます。まだあるんだね。まだあります、まだあります。じゃあ行きましょう。いや、いい湯だったわ。最高。客席 OK。沖縄料理屋さん、沖縄離れハイサイ酒場来させていただきました。大事なのはさっと今日を振り返り、今後を見て、希望に胸を躍らしで終わりで終わりで終わり。そしたらシークワーサーサワー、あとオリオンビール一つと海ぶどう、島らっきょう、黒糖そら豆、黒糖そら豆、はい、これで以上です。はい、ありがとうございます。今日でも言うても丸々1日使う形になりましたけど。あ、そうだね。楽しかったな。俺ペギャを使ってるけど、ソフビね買ってるけどさ、俺の趣味お金かからなすぎない？スマブラ0円でしょ。まあそうだね。銭湯550円だよ。はなんかさ、もうちょっとさ、いいパパだ。もうちょっとさ、なんかかかるやん。デートの一番最後の、デートプランで言うとね、最後のあれですけど、楽しくいきましょう。はい、乾杯。銭湯終わりだからね。元木がゲーム集めてるよって話して、そう今のうちにちょっと欲しいゲームも結構あんだよねみたいな、PSP レトロゲームみたいなね、集めときたいなみたいな話してて、で俺もそういうレトロ系のやつ集めたりもしてるから、なんかそんな話しててさ、ね、若干似通ってるとこあるよね。そうでそれこそソフビとかそういう系を、誰を一緒に連れてくかなって考えてるけど、レトロつながりというのもあっても元木かなと。いや嬉しいね。シンプル楽しかったもん。ほぼ撮影忘れてたよ。そうなんかそれがリアルな、こんな感じで逆に言うと連れ回してほしいんだよ、みんな。なんかその連れ回すことによって、あ、こういうとこ行ってんだな、こういうの好きなんだな、分かるよ。マジででも次回は俺が好きなとこ行っていいんでしょ。行きたいところというか。マジでいいよ。それは楽しみだな。ほんと4つぐらいあったらもう大変貴重な動画になるから。あ、でも4カ所ぐらいがお店いいね。行きたいね。行けるんじゃない？俺も今日行ってないところで言うと、普段ね、ちょっと面白いさ、お店を探したりとかするんだけど、なんだろう、本当にね、変わった店主さんがいる居酒屋さんとか、お世話になってる人がいる居酒屋さんとかに行ったりとか、今回行かなかったところで言うと、あとレコード屋さん。いいね。団地みたいな。
ところの一室ガチャって開けると中がお店になってる。すごいあと見つけるわ本当にね、全然看板とか出てないんだけど、こういうとことか、あとあれアニメティめっちゃ好きだから、アニメティアニメティアニメティアニメ T シャツ。普通にホテル泊まりに行っちゃったアメニティだとね中野ブロードウェイだからああうん中野ブロードウェイ俺めっちゃ行くから面白いよねそうそこにソフビのお店でいうとガオッチさんってお店があったりとか、あとヴィンテージライフさんっていうアニメティとか、まあロックとかの昔のねヴィンテージの T シャツ売ってる店があるんだけど、あとまあマンだらけ、墓場の画廊とかそういうところに結構僕はいますね。 YouTube とか育児とかそういうのやってなかったら大体これこの生活とかなんかルーティンこんな感じ、ね、マジでこんな感じ。撮影をさ、朝からぶっ通してさ、夕方ぐらいまでやって、まあ、4時とか5時ぐらいだと、今からで間に合うかなってさ、スマホ見てさ、間に合いますかねってバディさんと連絡して、ここからあと1時間ぐらいだと思いますよちょっかなーみたいな会話してんのは見かけんだよ。そうで、その移動してる時間もこれ無駄じゃなくて、この時間で仕事終わらせるっていうタイムリミットを設けて終わらせて、まあ今俺の趣味って仕事にもつながったりとかしてるから、そういう勉強して帰り際もちょっとなんか編集とかしてものを作って事務所スタッフたちがいるところに行って、言ったら納品みたいなのしたり、カットしたやつをね渡したりとか、そういうことして俺戻るんですよ、家戻ってご飯を食べさせたりとか、あとお風呂入れたりとかして寝かしつけやって大体そこから夫婦時間で1日終わりで、そこになんかもっと仕事しようとなると家族みんなが寝静まった頃にむくって一人だけ起きて3時ぐらいまでパソコンを記事偏るじゃん何かに。まあそうね、大体結構バランスも難しいと思うけど、そこをしっかりと全部できるようにはやってるね。あれなんかリズム崩れる時とかないの？ある。ある。崩れた時は猛反省。育児の反省は結構言うよね、なんか子供と一緒に親も成長するとかね、聞くけども、もっとテキパキやってれば、あと何、そのレンジでチンとかさ、ものを作る時の順番、これ逆のが良かったな。あるよね。これ逆にしたら多分あと5分負けたらはマジあるね。やってる人は料理できるようになると思うけど料理苦手なんだけどね。でもこれ恐ろしいのがやっぱ子供のためならやれるみたいな、人のためだったらやれるっていうのもあるし、今飲んでるけど、やっぱ外に飲むことも減ったのよ。あ、そうだよね。完全プライベートで1日休日だとしたら何やるかみたいな感じだから今飲んでるけど、まあそんなにほぼないから、お休みシミュレーションだよねこれね。そうだね。情報入れるのもいいよ。インプットの時間ってことかな。そうだね。なんかそこがなかったら動画で話せることが減るじゃん。新鮮さがなくなってっちゃう。いつも同じ喋りになっちゃうから、それは避けたいんだよ。確かに。だから結構俺は外出るから。時にはダラッとしたいこともあるんだけど、メリハリは大事だなって超思うね。後で無駄だったなって思いたくないの。だからそうならないようにダラッとするときはダラッとするけど、あ、これちょっとこのまま続けちゃうで、なんかこう仕事するか、自分のまあ育児もそうだけど、何かやらなければならないこととやりたいことを同時に見つけて同時発信するっていうのはいつもやってる。そのなんかでもスイッチオフもうまいんだろうな。だからそのオフの極まったのが多分銭湯なんだよ。まあ寝なくても大丈夫なんだぶっちゃけなんだけど、これ面白いのが子供生まれるまで一度もなかったんだけど、子供生まれて一個気づいたのが、子供が寝た瞬間スイッチ切れんの。体のスイッチパン切れんの。だからこの俺がめっちゃ眠くなる。今までそれがなかったから別にこの俺でもいいよみたいな、朝迎えるまで飲むか行けたんだけど、子供生まれると子供が寝てくれたっていう顔を見てこっちもめっちゃ眠くなるんだよ。不思議だね。俺今までなかったからそんなこと。毎回ね、だいたいみんなが集まって外に始めるまでまあ多少時間があるもんなんだよ。2、3個はね
なんか話題がねポンポンって出てくる。そうだね、最近こうだった、こんなやつに出会ったとかさ、そういうのは忘れないようにもしてるし、メモるときは俺もメモるの、これ忘れちゃダメだから。これ2回目がさ自分になるわけじゃん。で逆にその3回目誰見たいかでもいいよね、なんか選び方ね。ああ、それでもいいと思う、いいと思う、いいと思う。ね、全員わかんねえもんな。いや、わかんないよ、本当に。中尾もさ、ダンス練習したの昔見てたけど、今は見てないじゃん。見てない。で、逆に、今、最初にそのヘッドスピンマスターズのチームがある。そこで練習してるところとか連れてってほしい。もっと見せてほしそういなってちょっと思っちゃうんだけど。そういうのを、なんか動画にしてほしいなって。で、その人のなんか、その時の目の、なんかキラキラした感じとかもさ、今日俺は見せれたと思う。見れた。それ各メンバーがそれは見たいなって俺は思うんだよね。確かに今日結構表情見れたわ、いろいろ。えぐい角度で悩んでたでしょ。すごかったよ。この形で悩んでなかった今までの人生でいたシャンプーボトルであんな悩んでたの。いないね。シャンプーボトル悩まねえ。で初めて聞いた単語めっちゃあったよ今日。マジで。動画回してない時に喋ってたんだけど、やっぱこのうちというメンバーの結束力と団結力とかそういうのは見せれてんだよ。多分どこよりも見せれてると思う。そうだよ。なんだけど固まった時のドン見せれてるけど粒を見せれてない。結構おもろそうだよね。そう、もっと掘ってよくない？はいはいはい。でうちのやつはね、案外話さないんだよ。そう、何やってきたかで、いや別に動画にすることでもないなって言うんだけど、いや案外やっぱそこ応援してくれてる方は見たいから。個人の趣味まあまあディープだよね。そういやめちゃくちゃディープだと思う。その人のこいつこういうとこあるんだわ、もっと見せていきたいなって思う。喉から手が出るほど欲しいものみたいなのあるの？今言わなくてもいいよ。手が出るほど欲しいものですか。高額なものではないんですけど、あるよね。これね、結構マニアックだと思う。ああ、それおもろい、それおもろいよ。ここ掘らずして15年やってる方がちょっと珍しいやろ。もうちょい早めにやることなの。そのメンバーのプライベートについてってみたこと。個性的なメンバーでやってますっていうさ、まあまあそういうなんか看板じゃないですか。そういう風に紹介されつつ、私生活謎ってある意味すごいことやってるよね。いや、個性全く喋ってないんだよ。そろそろ大解放。そろそろ知りたくなってきた。視聴者さんよく待ったわ。ここまで20とか25ぐらいまではいつまででも飲んだるわみたいな感じ。ハマるんじゃない？そう、ハマるのよ。28ぐらいの時に、飲むよ。で、朝まで飲んでましたと。で、朝、その外出た時に太陽光痛いじゃないですか。ああ、もうね、痛えな、そうなって、ああ、家帰るのだりーとか思いながら街見てくる。灰色だったの。その瞬間、ここに幸せはない。色ないんだもん、世界。さっきも言ってたけど、銭湯出た時に、いや、550円でこの幸福感はやべえぜみたいな。多分そういう幸せセンサーみたいなのが敏感なんだよ。幸せセンサーやばくて、やばいね、やばいね。いや、このエピソード他にもあって、この間なんかそのゲームで撮影するときにみんな同じ部屋に集まるんだけど、結構その待ち時間とかも発生するからお昼ご飯食べれたりとかできるようになってるのね。でその時に天丼かなんかがさ、その冷たいやつなんだけど電子レンジもあるからそれでチンしようっていう、まあそれ汁めちゃくちゃ熱くしちゃって、おわーチャ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 、でもこの瞬間が幸せなんだよなこれ運んでる時間が一番幸せじゃないですかみたいなこと言って確かにみたいな、レンチンのね、レンチンのそうって言って奥までの秋までが幸せなんだ。そうそれ拾えないから普通の人は。俺幸せセンサーが敏感なんだね。いやそうだよ。だからなんか豪快に過ごしてるように見えて、そういうところにやっぱセンサー敏感なとこある。日常の砂みたいな幸せ気づけるってところある。いやそれやっぱ個性だよね。伸びるやん。伸びた後にっていうのがめっちゃ幸せだもん。一旦何にもせずにただ風を感じ、太陽光を浴び、息を吸う。
なんか宗教っぽくなってない右にねいやみんなでいる時間も好きなんだけど、一人時間もめっちゃ好きだから、ちょっとそういう今日はどちらかというと一人時間みたいな、あとは夫婦時間でまあ飯食う。今ちょっとしか食ってないから、つまんだぐらい食べれるようにしてあるんでしょ。もちろんね飯分は開けてます。偉いんだよな。なんか足さないのっていう会話が出なかった時点で本当に一杯で帰るんだ。そう本当にガチで、そう長くしないから、いいねー。さっと帰る。楽しんでいただきました。めっちゃ楽しかったよ。まあ本当に大体僕はこんな感じです。本当に一日見るとオタクです。オタクだね。オタクです。まあ誰をね指名するかってことなんですけど、今もし決めれるんだったら今決めてもらっていいですか。振り回して面白そうなのはダホなんだよ。確かに、いや確かに。なんか俺の趣味って、多分マサイとか、まあ、ダーマ坂を、ちょっと共通するとこあるんだけど、多分相当新鮮に映ると思う。そうだね。何が楽しいのみたいな。いやそうだね。でもいいかなみたいな。いやそうしよう。じゃあダホで。よしよしよし。じゃあ次の元木のデート相手はダホでございます。はい。なので振り回してください。あなたを見せてください。よっしゃ行くぞー。よしということでね、まあ、うちのメンバーにも塩さんにも、次はあなたを見せてください。僕は今日ね僕を見せれたから、ぜひともねもっとうちのメンバーを見たいよって方はぜひともチャンネル登録グッドボタンね、あとコメントでいろいろと残してくれると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。いやこの手取ってよかった。ということでせーのあるよ。動画見てくれてありがとう。セカンダリゲームチャンネル X インスタグラムをやってるぜ。グッドもあるから見てってね。チャンネル登録よろしく。せーの。